こんにちは。スポーツライターの木崎真也です。今日は2025年の J リーグについてお話ししたいと思います。2025年の J1 は鹿島アントラーズが優勝しました。鹿島にとっては9年ぶり9度目の優勝ということになります。簡単に言ったら名門復活ですね。で、世界的に有名だと思うんですけども、アントラーズというのはジーコさんが作り上げたクラブです。ジーコさんが、住友金属時代に加入して、で、選手としていろんなことをチームに植え付けて、そして強豪へと成長していきました。ジーコイズムという言葉がありまして、勝負にこだわる姿勢というのが鹿島アントラーズの、最大の長所と言われています。で、その鹿島が久しぶりに優勝したんですけども、最大の優勝の要因といえばもうゴールキーパーの早川智樹選手の守備力だというふうに評価されてまして、早川ゴールキーパーは年間の MVP に輝きました。で、その早川選手のちょっと守備を置いといて、他に3つの要因について今日は、紹介したいと思います。まず1つ目、補強の成功です。で、これは本当にお金をかけて補強をしてまして、まず開幕前にレオ・セアラというストライカーをセレッソ大阪から獲得しました。で、移籍金は約5億円規模と言われています。で、見事その投資が当たりまして、レオ・セアラは21ゴールを決めて得点王に輝きました。もうこのレオ・セアラの得点力なくては優勝は成し遂げられなかったと思います。そしてその開幕前に同じくセンターバックのキム・テヒョンをトスから獲得しまして、キム・テヒョンもシーズンの途中からセンターバックの軸として非常に安定した守備に貢献しました。で、さらに夏にまたマーケットが開いた時にですね、左サイドバックに小川亮也選手、ベルギーで活躍してた小川亮也を獲得しました。日本代表歴もある選手です。そしてウイングにエウベルをマリノスから獲得しました。で、こういう的確な補強により、非常にチーム力が最後まで落ちずにシーズンを戦って、2位の柏レイソルとは勝ち点1差だったんですけども、その接戦をものにできた要因の一つは補強の成功だったと思います。で、こういう補強というのはやはり資金がないとできませんけども、親会社のメルカリの協力のもと、メルカリが、鬼木監督という新監督を迎えたので、その新体制に報いて非常に投資をして成功しました。で、二つ目の要因。そこに今名前を挙げた鬼木徹監督です。で、鬼木徹監督は日本では非常に有名な監督でして、川崎フロンターレの監督時代に J1 を4回優勝しています。2017年、2018年、2020年、2021年。そして2025年に鹿島アントラーズの監督に就任したところ、見事に1年目で J1 を優勝しました。で、鬼木監督っていうのはフロンターレ時代非常にパスをつなぐサッカーを展開して優勝したんですけども、そのフロンターレの優勝の最大のやはりボールを自分たちで持って、相手を崩して、ゴールを奪うというサッカーを川崎時代やっていて、で、鹿島アントラーズでもそれを植え付けようと最初しました。ただ、開幕戦で敗れてしまったことによって、そこに、過度にボールを持つスタイルというよりも、もともと鹿島アントラーズが持っていた縦に速い部分だったり、勝負にこだわるっていう部分をミックスして、そこからまた進化させて、見事にその形を作り上げていきました。なので、鬼木監督の自分の形にこだわりすぎない。もともと鬼木監督も鹿島の選手だったので、鹿島スタイルも熟知してますし、そこを、スタイルをうまく昇華させていったということが要因になったと思います。いや、さらに鬼木監督はすごかったのは、そういうサッカーを自分たちで作り上げながら、さらにスター選手、例えば鈴木優馬選手という非常にストライカーとしてリーダーの選手がいるんですけども、監督によってはやはり強く言い切れない、そういうリーダーに対して遠慮してしまう部分があった中で、鬼木選手は、鈴木優馬選手は調子が悪ければ外すし、何かプレーが悪ければ、はっきりと試合後に物を言ったりとか、そのスターを特別扱いしなかったと。で、そういうのをみんなの前できっちり言うんで、平等に扱うという雰囲気を、チームに作りました。そういうマネジメントも勝因の一つだったと思います。で、さらにそういう中で、フロンターレ時代のサッカーを多少修正したと言いましたけれども、やはり練習では、やはりボールの技術にこだわる練習をずっとしていたので、例えばセンターバックの上田直道選手、ヘディングの強い選手なんですけども、鬼木監督が来てからはドリブルだったり、ボールを持ち出してパスといった、ボールを持つ部分にも自主練で取り組んで、それが非常に上手くなったと。
で、シーズン終了後の、ダゾーンに出演した際に、ゴールキーパーの早川選手が言っていたんですが、非常に上田選手のそういうボール扱いが上手くなって、ボールを持ち運んでパスするってことが、チームに貢献してたということを言ってました。なので、鬼木監督は最初は自分のスタイルを多少、ブレーキをかけたものの、やはりそこは長くそこに取り組んだことによって、チーム全体として、ただ縦に速いだけじゃなくて、技術面もアップしたチームが出来上がったんだと思います。なので、二つ目の要因として、鬼木監督のマネジメントを取り上げました。で、三つ目の要因は、2025年に就任し、フットボールダイレクターに就任した中田浩二さんです。中田浩二さんは、元日本代表でワールドカップにも出場している有名な選手なんですけども、鹿島アントラーズの選手として活躍し、その後ヨーロッパでもプレーしました。で、中田浩二さんが2025年にフットボールダイレクターに就任して、先ほど補強が成功したと言いましたけども、そういう補強面での成功もあるし、さらに、鹿島イズムとは何か、ジーコイズムとは何かっていうのを、いろんな人に、スタッフとか選手を含めて、みんなにそれをアンケートを取って、それがやはりちょっとバラバラ、抽象的なものになっていたんで、よりはっきり勝負にこだわる姿勢っていうのを再確認するために、鹿島イズムということを文字にしてみんなに配ったそうです。共有したそうです。それによって、また再び本当に勝負にこだわる集団が出来上がったんじゃないかと思うので、そういう新監督を連れてきたのもそうだし、雰囲気作りということで中田浩二さんの貢献は大きかったんじゃないかなと思います。で、直近2シーズン、神戸が2連覇していて、その前はマリノスが優勝していたんですけども、そのチームとの違いは何かと言いますと、ものすごく大雑把に言うと、2チームの良さを、取り入れたところはあったんじゃないかなと思います。ちょっと勝因は似てるんじゃないかと。で、それはどういうことかというと、まず一つ目は、ヨーロッパから帰ってきた選手たちの、活躍です。存在です。例えば鈴木優馬選手はベルギーでプレーして2022年に戻ってきた。で、スペインでプレーしていた柴崎岳選手が戻ってきた。これは2023年。で、2023年に上田直道選手がフランスでプレーしたのが戻ってきた。で、今度は2024年にポルトガルから三沢健人選手が戻ってきた。という流れがありました。で、彼らっていうのは元々鹿島でプレーしていて、さらにヨーロッパでのプレースタイルとかサッカーを学んで戻ってきたわけですけども、それは神戸で、最大の勝因になったんですが、大迫選手、酒井豪徳選手、武藤選手といったヨーロッパで活躍した選手が、その、自己主張したりとか、球際の強さっていうのをチームに持ち込んで、神戸は2連覇しましたけども、鹿島アントラーズもそのヨーロッパから帰ってきた選手の存在が非常に大きかったと思います。で、さらにマリノスの要素というと、先ほどこの獲得した選手を示しましたが、一番上のレオ・セハラ選手は、マリノスで、一回2022年に優勝した時のメンバーです。で、エウベルもマリノスの2022年の優勝メンバーです。で、この時のマリノスっていうのは、もちろん戦術的にも優れてましたけども、前線に非常に破壊力のあるブラジル人選手を置いていて、このレオ・セアラとエウベルがその一角だったんですが、そういうふうに外国人選手、ブラジル人選手を前線に置いて得点力を生かすっていうことを、マリノスだったり、セレッソっていうチームが取り組んでいたんですけども、それでマリノスは優勝しましたから、その時のまさにメンバーだったエウベルとレオセアラが来て、さらに、小池龍太選手も2025年に加入したんですけども、小池選手もマリノスの優勝メンバーの一人でした。なので、神戸のようにヨーロッパから戻ってきた日本代表クラスの選手が活躍し、さらにマリノスのように前線にブラジル人選手が活躍して点を取る。こういうモデルは非常に似てたんじゃないかなと思います。で、今後の傾向としては、2位に柏レイソルが入って、柏レイソルは昔のフロンターレのように非常にボールをつなぐサッカーで、さらにシステム的にも可変をして、トリッキーな戦いをして、非常にファンを魅了したんですけども、そういうサッカーが2026年は主流になるのか、それとも鹿島、神戸がやってきたような、そういう力のある子を生かすようなサッカーがまた続くのか、そこはちょっと2026年また注目してみたいんですけども、今日は鹿島アントラーズの勝因について語ってきました。ご視聴ありがとうございました。